トレーダーの皆さん、こんにちは。空飛ぶ投資家クラウドです。今回も深淵なる FX の世界を覗いてみましょう。ということで、今回のテーマはこちらですね。愚者は経験から学び、賢者は歴史から学ぶ。有名なビスマルクの言葉を引用させていただきました。歴史がわかると相場の本質が見えてくるということですね。今回からはですね、そもそも相場ってどんな性質があるのかっていうところをね、学んで、これからの皆さんの手法作りにね、役立てていただきたいなと思います。でですね、歴史を学ぶことによって、その相場の本質、どんな性質があるのかっていうことが見えてきますので、まずはですね、今回はこの歴史について学んでいこうと思います。でですね、こちらがですね、FX を勝ち残るための3つの要素と私は考えているわけですね。1つ目が知識。次が手法、そしてルール。この3つは絶対に FX で勝ち残るためには必要ですよと私は以前からお伝えしています。またこの3要素についてね、まだ動画をご覧になられてない方はですね、右上からリンクを確認して、動画を見ていただけたら幸いです。今回、この私のチャンネルではですね、知識について、投資、テクニカル分析、ファンダメンタル含めてですね、投資に関する知識をお伝えしていこうと思ってるんですが、今回もですね、相場のそもそもの性質ということで、どういうところでテクニカル分析がそもそも通用するのかという知識をね、皆さんにお伝えしようと思います。それで皆さんこの手法作りにね、役立てていただけたらなと思います。またですね、私の手法は、説明欄からですね、LINE 登録していただくとですね、無料で私の動画すべて公開してますので、よかったらね、LINE 登録していただいて、こんな手法なんだなみたいな感じでね、それだけでも結構ですから、皆様のトレードに役立てていただければ幸いです。はい、いざ進んでいこうと思うんですが、相場の本質ということでですね、穴埋め問題形式に最初してますね。でもちろん最後に解説しますので、まず一番最初はですね、どんな言葉が入るんだろうなっていう感じで、自分の、知識の度合いというかね、そういうのをね、測ってもらうつもりでね、穴埋め問題を、分かるところは埋めていただければなと思います。はい、じゃあ早速いきますね。はい、1900年、ホニャララ理論、ルイ・バシュリエさんですね。はい、金融市場の価格は全くホニャララな動きが連なって形成されている。これも有名な言葉なんですよね。はい。で、後に〇〇理論。はい、と呼ばれるわけですね。もうここの文章がヒントになってますね。はい。しっかりここ埋められるでしょうか。続いて、それから52年後ですね。1952年、〇〇理論。ハリー・マーコイッツさんですね。はい。運用資金をどのようなホニャララに振り分けるべきかという理論になりますね。はい、この理論が確立してですね、ホニャララの登場という形になりますね。どうでしょうかね。この振り分けるべきかっていうところがヒントになりますね。はい、もう資産運用されている方は、各分野にこうね分けて、運用資金をね、はい、振り分けたりしていると思います。そこの大元の理論になりますね。はい。で、1970年代ですね。それから約20年後、ユージン・ファーマさんがまたホニャララというですね、はい、相場、市場は利用可能な情報をすべて的確に織り込んだホニャララな価格となると唱えたわけですね。はい、すべてを織り込んだホニャララにホニャララな動きをすることが分かった。すいません、ホニャララとか〇〇ばっかですけどね。はい、最初穴埋めなんでね。はい、正規分布をもとにホニャララモデル、これは有名ですね。ノーベル賞も取りましたよ。はい、が登場し、近代のね、金融のホニャララが発展という形になるわけですね。で、1987年10月19日月曜日、ニューヨークダウが約 23% もの大暴落をしたわけです。はい、この月曜日っていうのがヒントですね。はい、ここ何が入るでしょうかね。もう月曜日ですからね。はい、これはですね、6×10 の97乗年に一度起きる確率。はい、10の97乗っていうのは0が97個並びますよっていうことですね。0が97個年に一度起きる確率。ちなみにですよ、宇宙の年齢は 1.4×10 の10乗です。0が10個並ぶ宇宙の年齢ですからね。宇宙が始まってまだ10の10乗年 1.4×10 の10乗年しか経ってない。むしろそれの、80 0が87個も違うわけですね。はい、それぐらいの差。つまりですね、相場がホニャララに従っているとするならば、絶対に起こり得ないことが起きてしまったってことになるわけですね。もう一回言いますね。相場がホニャララに従っているとするならば、絶
対に起こり得ないことが起きてしまったということになります。そうですよね。宇宙がこの年齢なのにもかかわらず、この確率が起きる確率なんてほとんどないわけですよね。はい、なので絶対に起こり得ないことが起きてしまった。このことからですね、相場はホニャララではないんじゃないのっていう疑問が出てきたわけですね。そこでブノア・マンデルブロさん、これも有名な方ですね。このブノア・マンデルブロとググっていただいたら出てきます、この言葉がね。はい、相場変動はホニャララに従うと提唱したわけですね。で、ここ自己相似性もこれもヒントですね。有名な言葉、自己相似性。ホニャララがあることを発見したわけですね。はい。で、そのホニャララというのが幾何学上の性質なわけです。はい、この幾何学上の性質ってどういうことかっていうと、皆さんチャートにね、線引いたり、チャンネルライン、トレンドライン引いたり、ペナントとかね、いろいろね、こうやって作図したりしてますよね。それが幾何学上の性質。つまり、これがテクニカル分析なんですね。テクニカル分析が通用するのは、これの性質があるからなんです。はい。で、2008年9月。リーマンショック。これは有名ですね。で、再び大暴落してしまった。はい。ということで、ね、今までの理論があれ違うんじゃないのっていうのがもう確信に変わったわけですね。このあたりで。で、今現在経済物理学の分野で研究されている、複雑系と呼ばれるね、何々理論に今発展していっていますということになります。はい、どうでしょうか。いくつ答えられましたでしょうか。どうでしょうかね。結構有名な理論だったり、ね、ヒントもいっぱいありましたからね、結構答えられる方もね、いらっしゃったんじゃないかなと思いますが、はい、これからですね、その穴埋めを解説していきますので、はい、いざ、ここからですね、しっかりと見ていきましょう。1900年、投機の理論ですね、投機の理論。今から120年前ですね、約、ルイ・バシュリーさんという方。はい、金融市場の価格は全くデタラメな動きが連なって形成されていると唱えたわけです、1900年。で、後にこちらが有名なね、ランダムウォーク理論と呼ばれるわけですね。はい、で、今もね、巷、その他情報発信ツールでですね、ランダムだから勝てないんだよって言ってる人がいらっしゃいますけど、これってもう120年も前の理論ですからね。今の科学では違いますから、はい、120年も前の理論、後にランダムウォークと呼ばれるわけです。これが投機の理論ですね。はい。で、ランダムってどんなのっていうのをね、簡単に、例ですけどね、お伝えしていこうと思います。まずドル円、100円だとします。で、10円ずつね、こう上がるとして、50%、50%。で、こういうふうにでどんどん確率がこういうふうに変わっていくわけですね。で、確率の分布のイメージで書くとですね、真ん中100円から始まったので100円のとこからね、動いて、こんな感じのね、一般にこう、釣り鐘型、ベルカーブとかって言ったりしますね。はい。で、こういう形になるんだよと。で、この形を覚えておいてくださいね。後でまた出てきますからね。で、50年後、約50年後、1952年、ポートフォリオ理論。はい。ハリー・マーコイツさん。このポートフォリオ、皆さんね、資産運用されている方はいろんなね、分野に分けて、ポートフォリオを組みましょうって言われますよね。その大元になっているのが、このポートフォリオ理論になりますね。運用資金をどのような資産、銘柄に振り分けるべきかという理論になりますね。で、インデックスファンドが登場したわけですね。はい。で、このポートフォリオ理論もね、また詳しくお伝えしたいんですけども、簡単に言うとですよ、低リスクな資産、例えば国債とかね、債券に、低リスクな資産と、さらにそこにね、リスクのある資産、株とかですね、株を組み合わせることによって、リスクはさらに減らして、リターンを得ることができる。という理論。簡単に言うとですね。はい。なので、このね、皆さん資産運用されてポートフォリオを組んでる方いますけど、何も知らずにポートフォリオを組んでたら、このポートフォリオ理論のね、ある意味がありませんから、しっかりとこの理論を学んで、そういうふうに資産を分けると理論上はこうなるんだなっていうのをね、理解してから、資産分配していただけたらなと思いますね。で、1970年代に入ると、効率的市場仮説、ユージン・ファーマさんですね。はい。相場、市場は利用可能な情報をすべて的確に織り込んだ効率的な価格となると唱えたわけです。ダウ理論でもありますよね。はい。すべてを織り込んだランダムウォークに近い動きをすることが分かったわけですね。ここね、大事なポイントはこの近いというところですね。はい。で、正規分布。正規分布っていうのはさっきのランダムだとする分布ですね。これベルカーブと呼ばれる形ですね。正規分布をもとにブラック・ショールズモデルという、モデルが
誕生した。これはノーベル賞取ってますね。はい。で、が登場し、デリバティブが発展したわけですね。はい。ポイントはここですよ。ランダムウォークに近い動きをすることが分かった。ということが大事ですね。で、1987年、事件が起こります。10月19日月曜日、俗にですね、ブラックマンデーと呼ばれてますね。ニューヨークダウが約 23% もの大暴落をしたわけです。はい。これは先ほどお伝えしましたね。ありえないことが起きてしまったわけですね。はい、つまり相場が正規分布、ランダムですね。ランダムに従っているとするならば、絶対に起こり得ないことが起きてしまったわけです。はい、ブラックマンデーで約 23% 大暴落しました。はい、これによってですね、相場はランダムではないんじゃないのっていう疑問が出てきたわけですね。ランダムに従うとするならば、絶対にありえないことが起きてしまったんですね。じゃあ相場ってランダムじゃないんじゃないのっていうふうに疑問が出てきたわけです。そこでこのブノア・マンデル・ブロさんっていうのが、相場変動はべき分布に従うんだってことを提唱したわけです。じゃあべき分布ってどんな性質があるのってこう調べていくとですね、そこに実はフラクタイルという現象、自己相似性があることを発見したわけですね。はい。で、フラクタルっていうのはね、どんなものかお伝えしてますね。こちら、まず、直線1本あるとします。で、これを3等分しますね。3等分して、はい、3等分の真ん中を一辺として正三角形をね、こんな風に折り曲げるわけですね。角度。はい。で、この操作、E の0から E の1までのこの操作を、同じ操作をですね、各辺にやるんです。各辺にまた同じことを全部やる。ここでやって、こうなって、ここでやって、こうなってみたいな感じでね、全部やる。で、また同じように何回も何回も繰り返して、重ねるとこんな、コッホの切片曲線という有名なね、フラクタル。雪の結晶とかもね、実際フラクタルって言われてるんですけども、はい。これがフラクタルの性質なんです。つまり、この E の0から E の1の操作が分かれば、全体が分かるよっていう話なんですね。これが相場に現れるということです。はい、ここでヒントが見えてきましたね。手法を作る上で、つまりこの操作、ここさえ、大元さえ分かれば相場の形が全部分かるんだよっていう話ですね。はい、で、こちらが、べき分布ってどんな分布になるのか。こちら、実践で書いてあるですね、こういう曲線が正規分布、先ほど出てきましたね。ランダムだとする場合の分布。で、一方、この棒グラフが、べき分布の分布になりますね。はい、実際の市場の価格変動のイメージ、こんな風になってます。で、ここに書いてあるんですけども、価格が少ししか動かない確率、真ん中あたりは高いわけです。ランダムよりも高い。はい。で、2番、価格がほどほどに動く確率。この中ぐらいのところは、ランダムよりも確率は低いわけですね、ここ。棒グラフの下にありますよね。はい、低い。で、価格が大きく動く確率。このね、一番裾野の部分ですね。ここは高い。価格大きく動く確率は高いというふうに書いてありますね。で、この点々点で書いてあるこの裾野の部分、ここを俗にですね、ファットテールと呼びます。聞いたことありますかね。ファットテールです。で、このべき分布って自然界、社会でもね、結構いっぱいありますので、ちょっと気になる方はググっていただければいっぱい出てくると思いますのでね、またいつかビデオでね、またそれもお伝えしようかなと思ってますのでね、お楽しみにという形ですね。はい。で、このフラクタルという、自己相似性ですね。フラクタルという構造が、幾何学上の性質、先ほどお伝えしました。三角形を作るっていう感じですかね。あれは例ですけどね。幾何学上の性質なんです。つまり何を言いたいかというのは、このフラクタルという構造があるからこそテクニカル分析が通用するんです。皆さんチャートに線引いたりしてますよね。はい。そのチャートに線引く意味っていうのは、このフラクタル構造があるからテクニカル分析が通用するんですね。はい。なので、これがテクニカル分析が通用する理由です。はい。なんて言うんでしょう。どこでも通用するわけじゃありませんからね。それはまた次回以降でお伝えしていきます。で、2008年9月リーマンショックで再び大暴落。ここで今までランダムだと思われてたものがさらに確信に変わったわけですね。ランダムじゃないでしょ。もうこんなことが2回も起きちゃった。こんなのは偶然とは言えない。はい。じゃあランダムじゃないよね。っていうことで、最近の研究ではですね、カオス理論。これもちょっと有名な経済物理学。物理学の分野ですね。複雑系と呼ばれているカオス理論。またこのカオス理論についてもまだ面白いので、また別のビデオでね、ちょっとお伝えしていこうかなと思ってますね。カオス理論、いろいろ細かいあるんですけども、簡単に言うと、いろいろな、
現象を説明するためにも使われている数式でして、例えばですね、有名なところでいう台風の進路予想、気象のモデルにですね、このカオス理論が使われているわけですね。なので私は FX とかね、バイナリーオプション BO とか、の違いなんですかとかよく質問いただくんですけども、それも私は、簡単にですね、天気予報とかを例に使ってね、説明したりしますね、カオス理論。はい。これはまた別のビデオでお伝えしますね。はい。まとめですね。相場はランダムっていう形で1900年、今から120年前ぐらい唱えられていたわけですね。ランダムだみたいな感じでね。で、そこからですね、相場はランダムに近いとされた。近いんだよね、みたいな感じでしたね。で、そこからですね、相場の大暴落とかがあって、ランダムじゃないでしょう。っていう風になってきて、もう何回もそれが起きてですね、確信に変わってきたわけです。で、そこでブノワ・マンデルブロさんが、べき分布に従うんだよっていうのを提唱しました。で、そのべき分布に従うところにフラクタル構造、つまり幾何学的特徴が現れて、そこでテクニカル分析が通用するという風になったわけです。これが今歴史を紐解いてテクニカル分析が通用する場所が分かったわけですね。相場の性質が分かったわけです。どうでしょうかね。はい。ということでですね、次回の予告として、これらの相場の本質、相場の性質ですね、を踏まえてですね、どんな手法を作ればいいのか。っていうのをですね、さらに、科学的根拠、いっぱいありますからね、科学的根拠をもとにお伝えしていきますので、その科学的根拠をもとにですね、皆さんならどういう手法を作るのか。っていうところをですね、ぜひ考えていただきたいという形になりますのでね。はい。これはですね、手法構築のヒントとして、次回をお楽しみにという形になります。で、動画の説明欄からですね、先ほど一番最初にもお伝えしましたが、LINE 登録者限定で無料で手法を完全に公開してます。はい。興味がある人はぜひ LINE 登録してくださいという形でですね、あくまでも私は科学的根拠、相場を科学するというこのチャンネルのテーマにもなってますが、科学的根拠を積み重ねて、自分なりにね、私なりな答えをね出して手法を構築したわけですね。この科学的根拠をもとに手法を構築しましたので、興味のある方はそこで手法を学んでいっていただけたらなと思いますので、ね、よかったらぜひ説明欄から LINE 登録してください。ということでですね、今回もありがとうございました。